はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回はこの後ろにある3番の田んぼのあぜに開いた穴ですね。こちらを補修していきたいと思います。前回の動画で、どこからですね、穴が開いて、どこから流れているのかというのをちょっと掘って突き止めました。で、その後ですね、この穴をどうしようかというのを約1週間考えまして、やっとね、結論が出ましたので、今日はそれをやっていきたいと思います。今、3番の田んぼの上に来ました。今、3番の田んぼはですね、こんな感じで地面がひび割れしています。これだけ見るとですね、ちょっと心配になっちゃうかもしれないんですけど、稲作の中で、こういう感じでですね、田んぼを乾かすことがあるんですね。中干しと言うんですけれども、この中干しによって、稲の根に悪い影響を与える、地中にあったガスを出したりとか、あとは稲自身にですね、季節を教えるというか、次の世代に種を残すスイッチを入れるみたいなこともあるみたいですね。梅雨が明けまして、かなり暖かくなってきたんで、今はですね、こういった稲科がすごいんですね。あっという間にこういう感じで伸びてしまいまして、あんなに綺麗だったハゼが草だらけになっています。ちなみにですね、こちらは以前、ホワイトクローバーをここに植えまして、見ていただいてわかるように、植えたところは、イネ科の雑草が少ないですね。これは今年植えたところなんですけど。で、もう一箇所ですね、この辺にも植えたんですね。かなりわかりづらいですけど、これとかそうですね。で、こういう他の草とかもいて、ここは結構激しい生存競争が繰り広げられてますね。こちらがですね、小川というか排水路になりまして、ここにですね、水が流れているのを発見して、その穴を辿っていくと、こんな感じで田んぼにつながってましたと。2箇所から漏れてまして、1箇所はここで、もう1箇所、この辺からおそらく穴があって、下に流れてると思うんですね。で、ここをどう対策しようか、ちょっといろいろ調べたり考えたりしてたんですけど、今日はまず、ちょっと隣のここですね。ここを削ってどういう風になってるのかっていうのをちょっとね、見ていきたいと思います。火が出てきました。結構暑くなってきましたね。明日はね、雨の予定なので、風は吹いてるんですよね。だからそこまで暑くないんですけど、できれば雲の中に隠れてほしいですね。草が結構生えてしまって分かりづらくなってるんで、まずちょっと簡単に草刈りをしたいと思います。水漏れなんですけど、奥のね、このラインと、この辺からこうもね、来てたみたいなんですね。ですから、ちょっとこの辺りを多めに掘り返してみます。どこかで穴にぶつかるかなと思うんですけど。そういうことか。ここにも穴がある。なんだこれは。なるほど。今ちょっとね、掘り返してみて分かったことがあります。この穴の水漏れの原因が分かりました。水漏れの原因はですね、もうこれ分かりづらいと思うんですけど、茅のですね、地下茎ですね。で、かつてはこの辺一帯茅が生えてたんですけど、ここを田んぼに戻すということで、地上部の茅は全部切ったんですね。新しい茅が出てきたら、切ると。で、特にこの辺はもう田んぼに戻しても3、4年ぐらい経ってるので、茅としてはもう生きていけない。貝が出てきても抜いちゃいますし、切っちゃいますし。なので、この地中の中でですね、もともといた
茅の根っこがまだ残っててですね、もう栄養がもらえないんで、まあ、4、5年経ってこんな感じで腐り始めてるんですね。で、かつてはですね、結構どうでしょう。1、2センチぐらいある地下茎がこの辺にいたので、それが朽ちて穴になってるということだと思います。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、これが茅のね、地下茎の跡ですね。こういう感じですね。かつてはこの地下茎がこの地中を縦横無尽に走っていましたと。で、この田んぼとかですね、こういうとこは掘り返したんで、この地下茎も取ったんですけど、こういうあぜになってる部分ですね。たまたまあぜになった部分は掘り返してないんですよね。だから、それがそのまま残って、やがてこんな感じで朽ちて穴になると。で、そこから水が漏れるっていうことですね。はい。で、なんかここにも横穴がありますね。これもしかしたら地下茎の跡かもしれないです。ちなみに茅というのはね、こいつですね。結構背が高くなるやつで、かつてはここの辺一帯が茅でした。で、今回のことで分かったのは、掘り返してない根っこっていうのは、結局、後々朽ちて水の穴を作ったりして、悪さをするということが分かりました。だからね、やるときは全部掘り返さないとダメですね。この奥にある、今正面に見えてる畝ですね。1番、2番、3番なんですけど、ここもね、茅が激しくて、ここ全部茅が生えてたんですね。だから掘っては根っこを抜いてということをずっと繰り返してきました。で、全部掘り返して取ったんで、こっちはもう茅生えてないんですね。で、もちろん田んぼのところもないんですけど、こういうあぜの部分だけ、触ってなかったところには残ってるという感じになります。なので、このあぜの部分ですね、ここ全部多分茅の根っこが残っていて、いつか朽ちて、いつか穴が開くということでしょうね。今あまりにもショックなんでちょっと困惑してるんですけど、混乱してるんですけど。今日来る前ですね、いろいろ考えてたんですね、一週間。自分で撮影して編集した前回の動画も見返しながら考えてて、あえてですね、土であぜを作って水漏れと戦っていくという道を選んでしまっているので、私の結論としてはですね、もう水漏れがあるもんだと思ってやっていくしかないのかなと。土でやってますからね、どっか穴が開くでしょうという結論を持ってここに来ました。で、今ちょっとね、この穴の理由が、以前、買ってしまった茅の地下茎ということが分かったので、これから先もどんどんですね、水漏れしてくるんだなっていうのが今ちょっと分かったので、笑うしかないというか、そうですね。だから、水が漏れるという前提でやっていけばいいのかなと思います。それしかないのかなと思います。今回、いろいろ調べたんですけど、水はですね、どうやって流れるかっていうと、一つの水がこう流れていくと、隣の水をこう引っ張っていくらしいんですね。ですから、一箇所の水がこう流れ出すと、どんどん続いていってしまうという仕組みがあるみたいなんですね。ですから、まず初めの水が動かなければ、次も続いてこないと。ですから、穴を塞ぐことが大事です。穴が塞がれば、水が流れないんで、次も来ないと。穴も広がらないと。一回こう流れてしまうと、どんどん引っ張っていって、遠くの水も持ってっちゃうって感じなんですね。だからまずは穴を塞ぐと。今から穴を塞いでいきます。穴埋め用の土を今から掘っていきます。こういう感じで湿り気があるので、はい、穴を埋めやすいと。ちょっと土を掘りました。もうね、暑いんで大変ですね。背中が焼けるようです。今からこちらの穴を埋めていきたいと思います。
はい、穴を埋め戻しました。ひとまずですね、水は漏れないので、一旦これでよしとします。続いてこっちですね。さて、どうでしょうか。先ほど水路から掘った土ですけど、いい感じの粘土でしたね。これなら水漏れはないと思います。まだ完全に埋めてないんですけど、一旦ですね、この状態で水漏れしないかどうか、水を入れてチェックしてみたいと思います。今、小川からの水を入れてます。これでですね、水漏れがあるかどうかっていうのをちょっとね、見ていきたいと思います。大丈夫かなと思ってるんですけど、冷たい。そうですね。もう稲作を始めて4、5年経ってるんですよね。で、ここが一番初めに作った田んぼなんですね。本当に見よう見まねというか、耕作放棄地を田んぼに戻すっていう資料がないんですよね。多分そんなことやる人もあんまりいないと思うんですけど。で、いたとしても、機械でやってしまうんで、人力でどうやるかっていう情報がなくてですね。なので、手探りでやってきたのがここの田んぼなんですね。で、この田んぼとの付き合いももう4、5年で、わからないこともないかなとか思ってたんですけど、今回この動画の企画で穴からですね、ここまで掘ってみて、で、今日ちょっと掘り返してみて、昔買った茅の地下茎がやっと口出して、それが花を作っているという事実が分かりました。やっぱり何事もやらないと分かんないんだなと。5年やっても初めて知ることもあるんだなと。だから本当にね、なかなか稲作っていうのはね、うまくいかないというか、うまくなるのが時間がかかるなと思いますね。長い歴史を得て、日本人は稲作をこうね、マスターして、ここもね、誰かが一生懸命掘って、埋めて、田んぼに作ってて、それを私がご縁があったので、漏れてる。うわ、漏れてますね。うわ、全然漏れてる。漏れちゃってますね。後から埋めた方は大丈夫そうですね。だからこっちの方ですね。この茅の地下茎が作った穴が、残ってるんですもんね。ちょっと、先ほど水は水を引っ張って流れていくとお話したんですけど、このエリアが空いちゃってるんで、水も流れてくると思うので、ちょっと急いでここを埋めたいと思います。はい、再度埋めてみました。これで大丈夫かなと思うんですけど、やっぱりこっちの方も漏れてましたね。土を足して埋め戻しました。今、水の溜まり具合はこんな感じですね。そのまま給水してます。それでやっぱりですね、ちょっとこっちの方はまた染み出しちゃってますね。どこまでやるか悩ましいですけど。今再びですね、あぜの穴が埋まって水が溜まり出しました。今、小川からですね、水を汲んで入れてますけど、こ
この水はすごい冷たいんですね。すごい冷たくて気持ちがいいんですけど、稲は暖かい水の方が好きなんですよね。で、こういう水田にする、目的の一つとして、水を田んぼに張りますと。で、太陽が照ってますと。ということで、だんだんですね、ここの水がですね、暖かくなってくるんですよね。太陽に照らされて。こっちはもう完全に水ですけど、こっちはちょっとはね、暖かくなってます。地面の熱とか、あとは太陽の熱とかですね。これがお湯になればなるほど、稲は喜ぶという感じになります。そういう意図もあるので、田んぼを水田にするっていうことは非常に大事で、穴があったらね、塞いでいかないといけないと。で、この4、5年はだましだまし、穴を塞ぎながらやってきたんですけど、今回で非常に勉強になりました。知らなかったことがたくさんあって、水を入れ始めてしばらく経ちまして、こんな感じで、再び水田に戻りつつあります。今気づいたんですけど、竹の先端に穴がありました。もしかしたらここから水が漏れて、ここに溜まってたのかもしれないですね。ということは、穴は塞がったのかな？そうですね。ここから漏れてたっぽいですね。だから、今ちょっとここに水出ちゃってるんですけど、おそらくこの竹の穴から来たものですね。塞がったかな？よしよし。2回にわたって、この3番の田んぼの水漏れを対策してきました。なんとかですね、穴も埋まったかなと思います。これで、おそらく明日の雨で水田に戻るかなと思います。ここが水を張ってくれれば、隣の2番もね、水が流れてくるはずなので、再び考えていた棚田に戻るかなと思います。早いもので、米作り、稲作もですね、半分ぐらいの作業が終わって、折り返し地点を迎えてます。ここから先はですね、稲は、花をつけて、やがて穂をつけて、それが実ってという感じになりますね。ですから、これからね、水の管理ってすごい大事なので、今このタイミングで対処できたのはすごい良かったかなと思います。こういった形で、もう水はね、漏れるものだという前提でちょっとやっていくしかないかなと思います。手間がかかるんですけど、何しろね、お金がかからないので、このやり方は。はい。穴があったら塞げばいいと。掘って塞ぐということですね。はい。あれから1時間ぐらいですかね。再び戻ってきました。結構ね、水が溜まってきて、この3番は全部水田に戻ってます。で、気になる水漏れなんですけど、ちょっと染み出してはいますけど、大体大丈夫そうですね。久々に水田に戻りました。長くなりましたけれども、3番の田んぼの水漏れを塞ぎました。無事塞がったかなと思います。様子を見ながらですね、またちょっとこのあぜを直したり、補強したりということをしていきたいと思います。では、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。